こんにちは、ミミです。モカです。今回は、CPU の電力制限を解除して、性能アップって感じの動画です。ミミのパソコン、性能悪いの？まあ、高い方ではないよ。最近、フォートナイトとかやってると、CPU 使用率が高いです。全力出してるね。FPS を測定してみると、こんな感じの分布になってました。目標 FPS は 165Hz に設定してあります。結構ばらつきがあるね。意外と 100Hz を下回っていることが多いです。平均は 155Hz、1パーセンタイルは 76Hz でした。1パーセンタイルは、低い方から見て順位が 1% の値のことです。1パーセンタイルはかなり低いね。平均はいいので、1パーセンタイルを改善したいです。CPU の電力制限を解除すれば、消費電力が増える代わりに FPS も増えるはずです。ということで、早速解除してみました。結果がこれです。青が平均 FPS、赤が FPS の1パーセンタイル、黄色が消費電力です。フォートナイトとオーバーウォッチの FPS は、ほぼ変化なしです。意味ないじゃん。消費電力もあんま変わってないです。フォートナイトは消費電力だけ微増だね。まあね。関係ないですが、この子が私のお気に入りです。食べちゃいたいくらい美味しそう可愛いです。にゃんかすめ。あと、シネベンチ R23 のスコアはこんな感じです。若干増えてるね。最近の Core i5 でもマルチスコアが1万くらいは出るらしいので、これも改善したいです。それと、電力制限を解除したのに、対して消費電力が増えてないです。もっと上がりそうだけどね。調べてみたら、VRM っていう部品が100度に到達してるのを発見しました。何それ？ボルテージレギュレーターモジュールの略で、CPU に電力を供給するための回路です。画像ならここら辺の回路のことで、電源ユニットから来た 12V を 1. 点数ボルトに高圧する回路です。高負荷時に大電流が流れるので、発熱してサーマルスロットリングを起こしているようです。熱々だね。それが原因で、CPU が求める電力を供給できてないです。フォートナイト中も、VRM のサーマルスロットリングが発生していました。横が時間軸、グレーの範囲が VRM のスロットリングです。VRM の温度は100度に張り付いてます。オレンジの線です。CPU の動作周波数も落ちてるね。当然、シネベンチ R23 のマルチを実行してみても、発生しちゃいました。開始してすぐに発生してるね。VRM の温度が急上昇してます。どうすんの？このマザーボードには VRM のヒートシンクがないので、自分で作って温度を下げてみます。この MOSFET っていう部品がかなり発熱するそうです。なので、MOSFET に合う大きさのアルミ角棒を用意します。これは 5mm 角です。あとはこれを切断して、水を作れば完成です。傷だらけじゃん。冷えれば十分です。大きさはかなり小さいですが、MOSFET に貼り付ける面は磨いてあります。こっちの方がいいね。ちょっと、ひどいです。まあ、これを熱伝導両面テープを使って、MOSFET に貼っつけます。冷えるの？これ。計算では、冷えた分 120W くらいの電力を供給できるようになるはずです。早速、シネベンチのマルチを10分実行してみました。黄色は VRM の平均温度で、真ん中が制限なしヒートシンクなし、右が制限なしヒートシンクありです。消費電力もスコアも微増だね。消費電力 120W って話はどこ行った？あれ？大差ないじゃん。フォートナイトはもっと変わるはずです。変わった？変わってないかも。オーバーウォッチなら、変わらんだろ。ちょっとしか消費電力が増えてないってことは、ちょっとしかヒートシンクの効果ないんじゃない？いやそんなはずは。悔しいので、シネベンチ中にケースを開けて扇風機で風を送ってみます。ゴリ押しじゃん。結果がこれです。スコアと消費電力が上がりました。風があればいいのかな？逆に VRM の温度はちょっと下がってます。これは良さそう。効率は悪いけど。多分、これはしょうがないです。VRM のサーマルスロットリングは起こっていますが、それでも消費電力は高く保ってます。扇風機がかなり効果的だったので、小型ファンを取り付けてみました。フォートナイトの結果はこんな感じです。青と赤が FPS、黄色が消費電力、緑が VRM の温度です。FPS は上がってないね。まあ、そうだね。VRM の平均温度はかなり下がったので、よしとします。フォートナイト中にスロットリングは発生してません。シネベンチのスコアはかなり向上しました。最小 100% とすると、最終的に 29% も性能が向上しました。意外と性能上がったけど、最初からファン追加するだけでよかったんじゃない？まあそうかも。この動画の結論としては、CPU に合ったマザーボードを買おうってことです。今回使った CPU は Core i7 です。それと格安マザーボードを組み合わせているので、VRM の能力が足りなかったっぽいです。形状的にも、リテールクーラーからの風で冷却するものだったのかなって思います。Core i5 までなら、十分な性能してるしね。でも私は、でっかい CPU クーラーを使ってるので、VRM に風が当たってなかったっぽいです。なので、こうするのが良さそうです。最初からいいマザーボードを買って、熱くなったらファンを追加してみて、それでもダメなら諦めるって感じです。自作ヒートシンクは？作るのが難しい割に、大した効果がなさそうです。それに、一般的なケースならマザーボードは垂直になります。
ちゃんと固定しないと、ヒートシンクが外れて回路をショートさせる危険があります。じゃあ、耳のパソコンは？私のはマザーボードが水平になるので、熱伝導両面テープで大丈夫だろうっていう判断です。それに、パーツを交換する予定なので、先に試したかったんです。次こそはちゃんと合ってるパーツを選びます。大丈夫かな？多分大丈夫です。まあ、ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。